皆さんこんにちは、さおりです。はい、7月になりました。今日は7月の4日です。芋畑にやってきました。ここメークインが植えてあるんですけど、5月の中旬に植え付けを行って、6月に販売をして、そこに EF ポリマーだったりいろいろ追肥を行って、本培土を行って畝が完成した状態です。でもあっという間に葉っぱが大きくなって畝がね塞がるくらい成長しました。そして今ですね、やっと花が咲いてきました。だいたい植え付けてから1ヶ月半ですね。うちはちょっと植え付けが遅いので出遅れてはいるんですけど、こんな感じでね紫色の花が咲いてます。よいしょ。わあ、崩してしまう山を。ということで、このじゃがいもなんですけど、だいたいですね早い方だと、お盆頃から収穫をしてたりとかします。うちはね、かぼちゃの収穫とかもあるので遅くってだいたい9月入る頃とかそのくらいに収穫を行います。でまだ4月の頭なので9月からって考えたら2ヶ月ありますね。なのでね、まだ全然花も咲いたばかりですし、実はそんななってないと思うんですけど、どんどんねこれから大きくなるにつれて試し掘りをしていきます。何回かこう芋を掘ってみて、どれくらい大きくなってるのかなっていうのを確認する作業です。なのでね、今回まだ実はそんななってないとは思うんですけども、じゃあ実際今どんな感じなのかなっていうのを確認しておこうかと思います。ここ行きますか。まだ本当に何もなってないのかな。なるほど。取れたかな。全部かわいい。とりあえずこれね、芋の茎ですね。でこんな感じでかわいい、ピーナッツみたい。こんな感じでですね、芋がちっちゃいですね。でもこれも大きくなるんでしょうね。こんな感じで一番大きいのはこれかな。1234567 8くらいかな。でもう根っこが今取ったとこが切れちゃってるんで、もしかしたらまだここにでもこっちの子かな。こっちの子の分がありますね。石だし。これ種芋か。びっくりした。多分種芋だよね。S 玉の種芋が出てきました。これ芋じゃないよね。芋なの？結構あるかも。すごい大きいんだけど。こんなに？こんな感じ。ほら、結構大きくないですか？これは全然食べれる感じがしますけど、こんなのスーパーに売ってそうな感じするけど、7月頭の段階でこれってことですね。去年だったら6月の末からもう雨も降らないし暑くて干ばつって感じなんですけど、今年は今のところ気温が高くないです。今日も朝は14度で、日中最高気温が24度とか、割とですねそんなにすごいカーッと暑い日っていうのがなくって、最近も20度ない日とかが結構あります。なのであんまりねこう今の段階で干ばつっていうのがないんですよ。なので芋も順調に育ってくれてますね。これはね結構いいんじゃない？期待できそうです。今年は大きくて形の綺麗な芋がたくさん取れたら嬉しいなって思います。はい。ということで防除を行っていきます。こちらは強力のスプレーヤーでタンク容量は4000リットル。両側にはブームと呼ばれる長い竿がついていて、広げると幅はなんと24メートルにもなります。スプレーヤーで防除をする場合はだいたい1ヘクタールあたり
約1000リットルの水量で散布していきます。イメージとしては、農薬を水で薄めて、たっぷりの水量で作物全体にしっかりとかけていく感じです。使う農薬は、害虫を防除する殺虫剤や、病気を予防・防除する殺菌剤など、その時期の作物の状態や、発生している病害虫に合わせて薬剤を選び、必要に応じて数種類を組み合わせて散布していきます。はい、ということで無事にじゃがいもの防除が終わりました。小麦の防除をやったことあったんですけど、じゃがいもの防除はね今回初めてでした。牽引なのでどうしてもこの通路、枕と縦畝の通路を通る時とかはこう油圧で後ろのねスプレーヤーの角度を変えてあげないといけないんですよ。それが結構難しくて、それをね失敗してしまうとじゃがいものね畝を踏んでしまいます。なのでね油圧のタイミングだったりこう曲がるタイミングがちょっと難しかったです。今回は初めてじゃがいもの防除を行ったので、鍛冶職人に教えてもらいつつこう外周ぐるって回って中の方を何周かしてっていう感じでやっていきました。またね今月はじゃがいもの防除が1週間に1回くらいのペースであるので、次はね覚えて一人でねできるように頑張ろうと思います。はい、ということでとりあえず今週はこれでおしまい。また来週の防除で会いましょう。お疲れ様でした。そして1週間後、再びじゃがいもの防除を行います。農薬は大きく分けると、殺菌剤や殺虫剤などありますが、同じ殺菌剤でもどんな病気に効果があるのか、殺虫剤でもどんな害虫に効くのか、それぞれ特徴が違います。また同じ系統の農薬を繰り返し使っていると、病原菌や害虫がその薬に効きにくくなる可能性があります。そのため先週とは違う系統の薬剤を選びます。さらに薬剤によって早く効果を発揮するものや、作物の中に浸透して効果を発揮するものなど、それぞれ特徴があります。その時期に発生しやすい病害虫や作物の状況を見ながら、その時に合った農薬を選んで防除を行っています。はい、ということでお久しぶりです。今日は7月の14日です。前回ね芋の防除をしてから1週間ちょっと経ちました。今日は火曜日なんですけど、本当は日曜日に防除をするつもりだったんですが、結構ね雨が降ってしまって畑に入れなくなったので、やっと今日防除を行ってます。たった1週間ではあるんですけど、
葉っぱがすごく伸びて成長してしまって畝がね全然見えません。なので結構今日はおどおどしながらやってます、ね、今回も前回と同様、このじゃがいも畑だいたい8ヘクタールですねあるところの防除をしているんですけど、一昨日ですね結構雨が降ったんですよ。でその前の日とかも降っててちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、土が柔らかめでもうもさもさでね畝も全然見えません。なのでどこに入ればいいのか難しいって感じです。ちょうどね今そっちからぐるーっと来て今度ここにねトラクターが入ってくるんですけど全然わかんないんですよね。タイヤの跡もそんな見えないし、多分こことこっちですね。トラクターで2畝またぐのでここの畝とここの畝をまたぐんですけどもかなり分かりづらいです。あと結構ぐちゃぐちゃなので、足だとねほんと分かんないんですけどこれタイヤで踏むとねかなりね重たいのでぐにゃっていくんですね。そうトラクターってブレーキが2つあって肩ブレーキって言うんですけど右のタイヤ右を踏めば右のタイヤが止まるし左のブレーキを踏めば左のタイヤが止まります。そうすればうまくぐにゃっと土とかこういった泥とかに持ってかれずに曲がることができるんですけど、そのね肩ブレーキを使いながらなんとか頑張ってこの畝に入って散歩を続けていこうと思います。スプレーヤーはトラクターで牽引して走るため操作には少しコツがあります。曲がる際はスプレーヤー側のタイヤの向きを調整して大きく回りながら次の畝に入っていきます。トラクターだけではなく後ろのスプレーヤーの動きまで考えながら曲がる必要があるので畝に入るタイミングがなかなか難しいです。少しタイミングがずれると作物や畝を踏んでしまうこともあって私もまだまだ慣れるのに時間がかかりそうです。なんとか無事に防除が進んでいます。どうしてもねトラクターが重いので畝に入ろうとした時に土がねぐにゃってなってしまって結構苦戦してます。昨日は一日畑に入れないくらい雨が降ったんですけどそんなにね雨が降ることめったにないですね、特に去年は7月は1回くらいしか雨が降らなかったんですけど今年はねそれなりに雨が降ってどの作物も順調に成長が進んでます。でこの後ろに見えるブームスプレーヤーなんですけどうちにあるのは竿がこうやって開くタイプなんですが他にもねなんていうかなこう伸びるやつとかもあるしこのスプレーヤーは牽引なんですけど牽引ではなく背負いの牽引免許もいらないスプレーヤーもあったりします。なんですけど4000リットルとかなりね大きいのでうちはこの牽引のスプレーヤーを使ってます。そう前もお話ししてるかもしれないんですけど基本ねトラクターで何か植え付けをしたりするときは GPS をいつも使っているんですけどもうじゃがいもは畝があるんですよ。結構大きなね畝があってしっかりその畝と畝の間にタイヤが入るようになってます。なので別に GPS を入れなくてもまっすぐ走ってくれます。変にね畝が浅かったりするとちょっと取られちゃったりするのでそこは GPS が必要になるんですけど逆にこの畝があるのに GPS をつけてしまうと畝に逆らってね動いてしまったりして崩してしまう可能性があるのでじゃがいもの防除に関しては GPS を使わずにやってます。ただねこちらご覧の通りこの私からの視点なんですけど畝がどこにあるか全然わからないんですよ。なのでこの GPS でね自動操舵入れないんですけど LINE を出してあげて入る時にだいたいここだなっていうのが
が分かるようになってます。これあるだけでね全然違うと思います。これ全くなかったらあれどこだろうってなるか、まあ防除棒を立てて目印つけるかですね。おはようございます。今日は8月の5日です。はい、毎週のようにねじゃがいもの防除を行っているんですけど、やっぱりちょっとね雨がちょこちょこ降っているのでなかなかスプレーヤーでの防除ができなくって、というのもね動画を撮ってない時に埋まってしまったりとか結構トラブルがありまして、今回はドローンでやっていこうと思います。はい、ということで今映っているのは T70P です。今日はですねもううちの畑は防除が終わりました。で今はねお友達の畑に来ています。というのも最近ですねかぼちゃの収穫だったりとかがちょこちょこ始まってきたのでだいぶねお友達の方も慌ただしくなってきたということで、もうまとめてねドローンでパパッと防除を終わらせたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。ほい。よし。今ねルート計画を作りました。ちょっと分かりづらいよね。こんな感じなんですけど、だいたいここのメイクインが1ヘクタールだったので16リットル、水と薬合わせて16リットルになるように作っています。ドローンの場合1ヘクタールあたりの散布量は16リットル、スプレーヤーの約62分の1というかなり少ない水量で散布することができます。ただし使用する農薬の量まで62分の1になるわけではありません。少ない水に農薬を希釈するため、スプレーヤーよりも高濃度の薬液を短時間で素早く散布していきます。はい、ということで今1枚目の畑終わりました。なので一度移動するのでドローンがね落ちないように縛り直してから移動してもう1枚の芋畑に向かいます。よし、とりあえず1枚目 OK です。はい、2枚目の芋畑に到着しました。あっちー、まあ、準備してやっていきましょう。とね、充電をし始めたのでうるさいですが、もうね薬も入れて準備できたので散歩を行っていきます。はい、無事にドローンでの散布が終わったので
自分の農場に戻ってきました。うちの畑もね、今日防除がもうすでに終わっているんですけど、最後に試し掘りをしようと思います。というのもここ1週間に1回のペースで防除をしてきたんですけど、もうほぼですね、防除の期間はおしまいで、次はデシカンという薬をかけます。そう、デシカンっていうのはこのね、葉っぱを枯らす薬です。はい、今こんな青々していますけど、収穫前にはこの葉っぱたちをもう枯らしてしまいます。もうそれ以上大きくならないようにします。なので、今度ね、そのデシカンという薬をかけてもう枯らして、その後はもう防除はしません。はい、あとは収穫待つのみです。ということで、その薬をかける前にどれくらい大きくなったのかを試し掘りをして確認しようと思います。今畑はこんな感じです。もうね、だいぶ前から畝は塞がって、花も落ち着きましたね。まだ紫は見えますけど、だいぶ落ち着いて、もうこの表面上というか上の部分はそんなに変わりがないかなと思います。よく見るとね、雑草が出てきていますけど、最終的にはね、もう全部上の部分枯らしてしまうので、じゃがいも畑の場合そんなにね、雑草を気にすることはありません。ちょっと中の方に帰ってきました。何箇所かね、食べしぼりをしてサイズを確認してみようと思います。今年はかなり温度が高すぎず、雨も降ってくれたので結構大きくなってくれてるんじゃないかな。これですね。わ何もついてこなかった。お、出てきた。お、深い。おお、ザ・メイクインっていう感じの形をしてますね。そう、メイクインってこんな感じで細長いんですよ。私は結構好きです。皮むきやすいので。すごいこれ綺麗な形。めちゃくちゃいい形をしてます。結構数は少ない気がしますけども、結構いい形のが取れてます。これとこめっちゃ良くない？ザ・メイクイン。今のところその単コブみたいな形のも出てないですね。結構去年はそう、暑くなった後に雨が降って二次成長してしまって、こうね、通常だったらこんな形のね、綺麗な形なんですけど、ここにね、またね、ポコってこうかなこんな感じで単コブみたいなのができてしまうんですね。そう、これがそうどんどん大きくなってしまって、こういう形になったりだとか、結構ね、そういうのがありました。ちょっとまだね、収穫じゃないので何とも言えませんが、今の段階だととても綺麗な形をしています。このままね、うまく成長してくれればいいですね。はい、ということで、今回はじゃがいもの防除の様子をお届けしましたね。6月から管理作業が始まって、いよいよね、収穫が始まりますというか、もう始まってますはい、じゃがいもはね、まだ1ヶ月くらい先にはなるんですけど、あっという間にね、収穫ですね。本当に1年っていうか、北海道は半年くらいですけど、本当にあっという間だなって感じます。いや、じゃがいももね、今年は本当暑すぎず、雨も適度にもらって、立派な美味しいね、じゃがいもが育ってくれると思うので、ぜひ皆さんにね、食べていただきたい。はい、またこちらもネット販売するので、その際はぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今回はじゃがいもの管理作業の様子をお届けしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。また動画見てください。バイバーイ。